皆さんこんばんは。フォーラム A プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題を点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回はずっと何回にわたってかな、9回にわたって。9回ですね。9回目ですね。スポーツライター入門講座というのをやってきたんですが、はい、それのもう9回目というのはおまけの9回目という言い方できるんですが、はい、サブ能力っていう話なんですね。はい、要するにスポーツとは全く関係のない、能力っていうのはちょっとオーバーな言い方で、はっきり言うと趣味と言ってもいいんですね。自分の好きなもの、要するにスポーツ以外に好きなもの、それが結構大事ですよっていう話なんですね。スポーツライティングの上でも大事ですよっていう、大事っていうのもおかしいな、役に立ちますよっていう言い方かな。で、私は偶然と言ってもいいんですけども、京都の南座のすぐそばで生まれたもんで、幼稚園の時から歌舞伎を見に連れて行ってもらったんですね。嫌でしたね。でも退屈で面白くなくってね、向かいのおばあさんにね、連れてもらったのが最初かな。あと親父に一回連れてもらったけれども、あれ面白いもんで何回か行ってると慣れちゃうんですよね。子供でも。でも小学校6年ぐらいになるときにはもう慣れましたね。それとね、うちは電気屋やってたんですけど、電気屋で働いてた若い衆の一人の人が、クラシック音楽が好きやったんですね、なぜか。で、私もクラシック音楽普通に聴くようになって、家が、ね、電気屋でしょ、そうしたら昔の電気屋にステレオなんか来るんですね。で、ステレオが来たら視聴板がこう出てる、ついてるんですね。ですから視聴板を聞くと、それに、そこで、じゃ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 ーんとかなるわけですよ。なんじゃこれはっていうような音楽がなるわけですよね。そのうち、その続きにね、南春夫のチャンチキオーケストラとか入ってるんですよね。それで、それからマントバーニーオーケストラとかも入ってて、で、その後でステレオですから、ピンポンの音が入ってきてね。みんなでそれを聞いて、音が動いてるとかなんとか言って興奮したことあるんですけども、それと、うちの、なんかおじさんに当たるんですけれども、人が、昔芸大でピアノ科で、なんか首席で出たらしいんですけど、戦争でピアノを弾けんようになってしまって、数学の先生やってる人がいて、でその人が、神戸の二川っていうところに住んでましてね、夏休みはいつも預けられてね、まあ行ったですね、クラシック音楽1時間正座して聞くと、夜に自転車で西宮球場の阪急のナイターを見に行けるという、もう阪急のナイターを見に行くためにクラシック音楽をもうベートーベンだとかなんとか聞かされてね、もうこれは子供の虐待やというふうに思いながら聞いてたら、いつの間にかこれおもろいやないかって思いになってくるんですね。で、それでクラシック音楽も好きになって、だから南座もあったもんですから、クラシック音楽、歌舞伎もクラシック音楽も好きになったらオペラが好きになって、っていう風になって、まあ、好きになってしまったんですよね。面白いことに。で、そんなんでスポーツライターやってたら、面白いですね。フィギュアスケートにはもうバンバン出てきますね、クラシック音楽が。そうですね。それこそ荒川静香さんがトリノのオリンピックで、トゥーランドットというプッチーニのね、オペラで、金メダル。取りましたけど、誰も寝てはならんです、ね。誰も寝てはならぬ。あれ、誰も寝てはならぬって、あれ、なんで誰も寝てはならぬか知ってる？何ですか？あれ、アリア。あれ、三幕の、そう、三幕の頭にあるアリアなんだけれども、カラフっていう西洋から、西洋とかに、西域から来た王子様。
が歌うアリアなんですけどね。要するにその王子様、もう、いいや、この話は。でも、面白いオペラです。トゥーランドットっていうもう、結婚に来た、王子様を次々と殺した女の人が愛に目覚めるという。ただ、殺すような氷のような心を持ったお姫様が愛に目覚めるというのを知っていたら、イナバウアーのシーンっていうのがよくわかるんですよね。要するにもう、初めはきつい、くるくる回るだけの人が、綺麗な音楽で、あれを配るという、滑るというのは、要するに、トゥーランドット姫、の心の変わり方を表現したわけなんですね。これをね、イタリア・トリノでやったわけですよ。イタリア人全部知ってるわけですよ。開会式でもね、あれ。そう、開会式があれ、パワロッティが出てきて、あれ、あれ誰もなぜならの歌だよね。ネーソンドールマーって言うんですけどね。これは、だから、俺はって言う。私は、はい、そういう環境に生まれたから、はい、オペラ好きになっちゃったって。で、オペラ好きになったら、もう音楽評論家もやってますけれども、これ、メトロポリタンオペラが来日した時の、パンフレットなんかにも原稿を書いてます。で、これ、原稿どんな書いてあるか、オペラとは学ぶものでなく遊ぶものであるというタイトルなんですね。よく書かせてくれたと思いますね、日本のクラシックファンが。もう、それにこれは12世の團十郎の、襲名披露の時のパンフレットですけれども、これもちょっと東京で見に行きましたね。初めて東京に出てきた時に、この團十郎が海老蔵時代に、スケロクを見に行ったんですけども、そこで成田やっていう声出したら、怒られてしまいまして、東京ではどうもなんか声を出す人ってのはグループがあるらしいんですね。で、もう学生みたいに20歳ぐらいの男が勝手にわーっとこう怒鳴ったりしたら怒られるらしいですね。きちんとやれて。なんかしきたりがあるんですか？なんかいや、わかんなかった。どこの組に所属ですかとか言われて、と思って。そんなん、うちの親さんなんかいつも酒飲んで横に寝ながら、桟敷で、ガバッと起きてこう、成田や、成駒や、とか言いながら、また寝てましたよ、とかって言ったら、ふざけるんじゃないって言われたよ。怒られたんで。それ以来私は東京の、歌舞伎好きの人たちは、一部の人たちは、はい。堅物の人は嫌いです。で、クラシックな音楽なんかでも、堅物の人は嫌いです。で、だから私は、こういう宝塚の、はい、宝塚歌劇なんかにも原稿も書いております。で、こういうのが、結構、さっき言ったフィギュアスケートだけではなくってね、はい、いろんな、スポーツの機会で、プラスになるっていうのは分かりましたね。F1 の、レースの取材をしたときに、はい、やっぱり開会式、フランスで見たとき、フランスのマニクールというところで見たときだったんですけれども、はい、最初にセレモニーがあって、ミラージュ戦闘機なんかも飛んだりもしたんですけれども、そこでどこからともなくこう、歌が流れてきた。それがベルディの作曲したナブッコっていう、初期の作品なんですけど、はい、その中の行け我が思いを金色の翼に乗ってという、イタリアでは第二の国歌と言われているもので、この歌はトリノのオリンピックでも歌われましたし、それからゴッドファーザーのパート3の中で、コルレオーネがコルレオーネ村に帰った時に演奏してるのがこの歌なんですけどね。その歌が、流れてきて、なんでこういう歌をみんなで歌うんだろうって思ったら、やっぱりフェラーリに対するオマージュらしかったですね。それは後で聞いた時に、いや、これはヨーロッパでは常に歌いますよって言われたら。で、それが、そういう歌だっていうのを知った時には、嬉しかったってか、俺は知ってるぞ、この歌を、なんて思ったり、したことありましたですね。
そんなこんなで、私は偶然オペラを好きだったり、クラシック音楽が好きだった関係で、かなり、なんていうか、いろんなスポーツシーンとの関係もあったっていうのがあるっていうのがよく分かったんですけれども、別にオペラとかそれだけではなくってね、例えば、はい、MLB のメジャーリーグのベースボールの試合なんかでも、はい、これは面白かったのは、一回雨でものすごく長く中断した時に、音楽を、雨の音楽ばっかり流した球場があったんですよね。これはなかなか見事やったですよ。雨に歌えばとかね、シェルブールの雨傘とか、雨に濡れてもとか、レインドラップスゴーホーリーオンマイヘッドとかね。こういうのも知ってると知らないとでは全然楽しさも違うし、またそれをこう読者に伝えたりとか、野球ファンに伝える時も違うし、だからそういうのを知っておいた方がいいっていうようなことがあるんですよね。バックグラウンドの文化ってことですね。そう。小崎さんは何ですか？バックグラウンドの文化なんか、得意なジャンルってありますか？好きなジャンルとかありますか？まあ、映画とか大好きですし。ああ、映画いいですね。あと何でしょうね。あんまないっすね。まあまあ、そんなもんですけどね。ただ、すごく面白いのは、演劇とかオペラっていうのは、スポーツとすごく似通ったところがあるっていうことも実は事実でして、何が似ているかっていうと、これはね、シェイクスピアの翻訳家の小田島雄志さんっていう人に教えられたことなんですけれども、芝居を見るときに、役者が好き、スターが好き、映画俳優が好きっていうのは大体ミーハーなんですよね。ミーハーとか、まあ素人の人が、こう、役者が好きになる。俳優が好きになるっていう。で、ちょっと玄人になってくると、今度は演出を見るんですね。どんな演出をしてるか、この芝居ではどんな演出してるか、あるいは映画の中で、映画監督はどんな風に描いてるかっていうのを玄人が見る。それから、インテリになると、大体、脚本そのものをこう見るというか、勉強するようになる。でも、こういう差があるっていうね、そういう話を小田島先生から聞いたことが昔あったんですけれども、これスポーツに全部当てはまりますよね。やっぱりミーハーは、選手見ますよね。私、三笘のファンとか、突然女の人の喋り方になったのは別に女性蔑視じゃないですけれども、三笘のファンですとかね、フロンターレの高井くん好きですとかいう、まあ、そういうファンもいいじゃないですか。で、それでちょっとこう、玄人になってくると、やっぱり戦術見ますよね。こう442でいってるなとかね、351でいってるなとかね。なんかいろいろそういうことを言い出して、サイドからこう、どういう攻めをするとか、という、要するに戦術、戦法を見るようになってくる、玄人は。で、インテリになってくると、今度は戦略を見ると。このチームっていうのは一体どういうチーム作りをしていて、この試合に対してどういう位置づけで臨んでいるかとかね、考えた。これは、要するに、お芝居とか映画なんかのね、俳優と演出と、それと、脚本、あるいは戯曲という流れと全く同じですよね。一緒ですね。一緒ですよね。そこら辺すごい面白いなと思いますね。サッカーのワールドカップやなんかでもね、こう、ものすごく戦略はきちんとしていて、戦術もうまくいったのに勝てない時があるっていうことも、選手のミスで勝てなかったっていうこともあるでしょうしね。これはまあ今サッカーの例を取りましたけども、野球なんかでも全く同じですよね。そういう意味ではいろんな他のことをたくさん興味を持っている。今、ちょっと、喋るの詰まったのは、たくさん知ってると言おうかと思って、やめて興味を持ってる。
要するに知ってるとか知識とか、勉強とか、そういうなんではなくって、なんか好きでいろんなもんたくさん知ってるって楽しいじゃないですか。そういうものがどんどん生きてくるし、生かされたものが、こう、実になっていく、作物になっていくっていうのが、やっぱりスポーツライターだけではないと思いますけれども、なんかの面白いところかなと。というので、今日はプラスアルファを喋ってみました。直接的にはスポーツライティングの世界と関係はありませんけれども、知ってると面白いです。ただ私はそれで何度か失敗したこともあります。西武ライオンズが最初負けてばっかりいる時あった時にね、文章を書いて一番最後に、こいつが獅子かって書いたんですよね。ライオンだから。今度こいつが獅子か、こいつが獅子かって。これ実はね、シェイクスピアのオセロのセリフなんですよね。そうです。獅子はあそこの、海洋都市の、ベネチアの、旗印ですからね。そこで、それの、軍司令官だったオセロがね、嫉妬に狂って、倒れたところにイヤー号が上から、こう、笑うときに、こいつが獅子かって言うんですね。全然通じませんでしたけどね。でもまあ、いいセリフですよね。こいつが獅子かってね。それから、甲子園球場でね、ものすごい、1985年とかの優勝の時の、もう応援の声が、ものすごく、こう、銀傘にこだまして出た時にね、まるで、ドイツのバイロイト劇場の、歓声の音響のようなっていうね、こんなん書いても通じないやろうなと思いながらね。でも書いたら通じた人が何人かいた。バイロイト劇場っていうのはね、オーケストラがね、舞台の下に沈んでるんですね。ほんで、その前についたてがあって、観客席からオーケストラ全く見えずに舞台が見えるんですね。音響板通じて。そうそう。オーケストラの音っていうのは音響板に跳ね返っていって、オペラ歌手の声と一緒になって前に出てくるっていう形をとってるんですね。その甲子園の銀傘の屋根がまるでバイロイトのようだって書いたら、素晴らしい面白い表現だっていう反応を一人送ってくれた人がいましたけどね。でも、なんていうかな、表現するときに、例え話、例えを何か使うときに、一体どこまでみんなに知られているような話を使うかっていうのは結構難しいところですよね。難しいですよね。あんまり気取ってしまうとね、嫌味になりますしね。でも海外のライターの人は結構それやりますね。やります。ありますね。大リーグでよく書いてるロジャー・エンジェルなんかもね、一番僕は翻訳したこともありますけども、get your hat, get your hat, grab your hat, and take your coat かな。and downstairs なんとかなのかね。これ、あれなんですよ。ジャズの歌詞そのまんまなんですよ。grab your coat and get your hat, and sunny side of the street の書き出しをね、そのまま使って、これからキャンプに取材に行くっていうのを書いてたのね。それ、気づかず翻訳して、ちょっと、後からうまくやりたい。でも気づかず翻訳したら、あんまり関係なかったですからいいですけどね。まあ、今日は、自由に勝手に喋らせていただきました。プラスアルファのサブ能力です。もう、あってもなくてもいいような話と言いたいですけれども、
あったら、身につけていたら、ものすごく豊かになるっていうことで、やっぱりスポーツライターっていうのを目指す人は、やっぱり表現するのが仕事ですから、やっぱりいろんなことを身につけましょう。はい。夏目漱石の小説は一応全部読んでおきましょう。村上春樹は読まなくていいかな。まあいいや。いいんですか？いや、読んでますけどね、私は。まあ、村上春樹を読むと、スパゲッティを茹でるときにはロッシーニがいいって書いてありましたけどね。ロッシーニ、はい。1984では、ヤナーチェックのシンフォニエッタという音楽で別世界に入っていくという、あの人も音楽好きですね、すごくね。そうですね。というような感じでした。はい、どうも失礼しました、今日は。いえ。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。